はい、ご紹介ありがとうございます。東京大学の斉藤と申します。今日はですね、CNF からなる透明断熱材の実現に向けた取り組みと題しまして、題目上用途を絞った形になっているんですが、実際のところはセルロースナノファイバーからなる網目状のですね、網目状の構造体を作るための、技術開発、構造制御の基礎研究についての成果をお話しさせていただきたいと思っています。セルロースナノファイバーからなる多孔質の用途として、一番コスト吸収力があるのが透明断熱材ですので、それを題目として挙げさせていただいたんですが、ナノファイバーからなるその網目という構造体自体にはですね、例えば防音材、分離材、吸着材、触媒単体等々、セルロースナノファイバーを網目化できる、要はその実用化しうるようなプロセスで網目化することで発現する性能というものが存在します。なので私大学の人間ですので、そこら辺のナノファイバー自身の構造化の部分の基礎的な知見を今日はご提供させていただければなと思っております。でこちらのプラットフォームご参加されている皆様、セルロースナノファイバーもすでに取り扱われているか、ご存知の方が非常に多いかなと思いますが、ご存知の通りセルロースナノファイバー、木材を由来とした新素材であります。例えば店舗参加等々の化学解質を経て回線しやすくしたり、その他機械回線等で得られるこの水懸濁体として得られるのが特徴となっています。もともとの原価としては木材パルプを由来として非常に安価な、100円キロ100円以下を切るような原料を出発とするわけですが、その後化学解質、そして回線、それの輸送等々にかかる、かさ増しですねのせいで現状非常に高価な材料となっています。で、いろいろと用途開発に関しては企業の皆様の方が進んでいるかと思いますが、やはり用途を見つける性能を発現する技術体系があったとしても、いわば鶏が先か卵が先かでどうすればコストを落とせるのかといったところが一つ課題として存在するかと思います。で現状、企業の方々を中心に安く簡単に作るというできるだけコストを落とす製造方法というものを盛んに検討されてはいるんですけれども、なかなか現状難しいのが事実ではあります。これが1キロ1万円以下を切ってきたりとか、そうなってきたときに初めてバーンと普及が進むのではないかと言われていますが、ただそれに向けてやっていかなければいけないこともあります。で私ども大学としては、そこに向けた構造制御、例えば従来だったら 10% 必要だったところを、例えば樹脂補強ですね、 10% 必要だったところを 1% で同じ性能を出せるような技術開発、または1キロはっきり言えば1キロ10万円でもコスト吸収できるような用途開拓、機能開拓というものを大学を中心に進めています。これはこの後お話しされる乃木先生とも共同研究で進めているような案件であります。で私どもは店舗参加 CNF、化学解質型の代表的な CNF ではありますが、店舗参加 CNF を使って、構造制御の研究をしております。リン酸エステル化等々たくさんありますが、基本的には表面のチャージが異なると、取り扱い多少異なるんですけれども、そんなに言うほど変わらないって言ったらおかしいですけど、例えば今日お話しするような話を例えば他の化学解質型のもので試していただく等々でも、また似たような成果または違ったような性質が出てくる可能性もあります。例えば店舗参加 CNF の特徴で言えば、ミクロフィブリル単位、セルロースのミクロフィブリル単位で孤立分散しているということ、ファイバーとファイバーの間に結束がなく孤立して分散している、そして表面にカルボック式が存在している、この3点が構造的な特徴となります。これはちょっとふざけたスライドなんですが、この3点の特徴、要は我々ナノファイバーを使って何をしているのか、紙パルプという構造体、トレーラーだとしたらそれをレゴブロックの一個一個に解きほぐして新しい構造体を作り出す。まず一つは一個一個ピースを解きほぐすことで新たな構造体ができると。でこの組み上げていく戦略であったり、組み上げたものの形、機能、
コスト吸収力を考えなければいけないと。でさらに、リカちゃん人形もこれもちょっとふざけたスライドですが、ナノファイバー1本がリカちゃんだとしたら着せ替え人形をすることによって、例えばこちらのリカちゃんだったら500円でしか売れないのがこうなったら1500円で売れるとか、いろいろなこの表面制御によっていろんな機能制御も可能となります。したがって分散制御、集積制御、そして表面制御、これを緻密に巧みに使い分けることで、効率の実現、そして、コスト吸収力の発現等々が期待できるものではないかなというふうに考えております。でこのような、戦略のもと、我々の研究室では現在、この大きく分けて4つのテーマで、研究を推進しております。透明な紙のところは乃木先生のところのフォローアップというか、乃木先生と一緒に違った角度でやらせていただいているんですが、基本的にはナノファイバー1本の構造、そして透明な断熱、今日の題目にもありました透明断熱材、そして CNF 複合化と、この辺の基礎研究を中心に進めております。実際のところナノファイバー1本も形もまだ分かっていないことが多くてですね、大学でやるべき基礎研究というのもまだたくさん残っています。例えば合成高分子分野、低分子の有機化合物分野のケミストリー、物理だったりすると、まず構造が規定されていて、だからこそその後の材料設計ができると。でナノファイバーというのはなかなかそこはしっかり分かってない部分がいまだにありますので、その辺は我々大学の人間がしっかりと一つ一つのピースの形、性能というものを明らかにする必要があるのではないかなと考えています。でそれをもっていろいろな用途開拓を進めていきたいと思っています。で今日はこちらですね、透明断熱材の話についてお話しさせていただきたいと思います。で透明な断熱材とは、その名の通り光は通しますが、断熱性があると。で特に断熱性が空気よりも低い超断熱領域の性能を示すことが知られています。でこちらの写真にある通り、このような透き通ったブロック状なんですが、よく電子顕微鏡で中身を見ていくとセルロースナノファイバーの網目構造であるという、構造になっています。じゃあなぜこの網目状の構造体が透明、光は通して熱は通さないのか。これちょっと簡単なスライドなんですが、普通の網戸であればちょっとくぐもって見えるところを、このワイヤー、全くこの平米あたりのワイヤーの重さは一緒なんですが、そのワイヤーを細くしてやることで光が透き通って見える。これ後ほど乃木先生のお話にもあるかもしれませんが、細くなることで光散乱を抑えられると。で一方で目が細かくなると、簡単に言うと空気が通り抜けにくくなります。今コロナ禍で皆さんマスクされていると思いますが、ウイルス除去率が高まれば高まるほど非常に息苦しいマスクになると思います。それとほぼ原理は一緒で、ものすごく目を細かくしていって数十ナノメートルまで落とし込むと、空気分子の移動距離、大体平均自由に動ける距離が70ナノメートルぐらいって言われています。それよりも下回るとブワーッと息を吹いても全く通らないような網目構造ができると。で空撃率がこの場合、書いてないですね。この構造体空撃率 98% 以上です。固形分率わずか 1,2% ですが、網目の最高サイズが30ナノメートル40ナノメートルになると、ほぼ全く空気が吸い抜けなくなると。でかつ固形分が 1,2% ですので、熱を伝導する物質がなくなる。基本的に熱というのは固体を熱伝導していくんですけれども、基本的にはそれの分率が低くなる。で空気自体も通らなくなるとすると、全体として熱の伝導が下がるという原理になっています。で、透明断熱材、もともとは従来はですね、シリカ系のエアロゲルというのが NASA を中心に2000年代、非常に盛んに研究されていました。要は宇宙関係ですね。宇宙関係というのは非常に断熱材のニーズが高い、研究領域で、もちろん絶対0度の空間ですので、そこでやっぱりこのエアロゲルというのが地球上最高の断熱性を示す構造体であるということが知られていて、かつ透明であるということで、例えばいわば窓ガラスに使えたりとか、今まで断熱材が適用できなかった領域に適用できるということで、NASA もしきりに研究していたんですが、シリカから作るエアロゲルだと脆いと
ちょっと曲げたらバリンって割れてしまう、ちょっと押したらもうすぐ破損してしまう、そんな性能だったんですが、セルロースナノファイバーがそこに対して唯一、優位であることは割れない。このセルロースナノファイバーからなるエアロゲルは質感としては段ボールです。段ボールを叩いて割れるか、割れません。折り曲げられはしますが割れない。ここが一ついい、利点というかになっています。で、今申し上げた通り、セルロースナノファイバーからなる、この、透明断熱体を、例えば住環境ですとか、来たるべき、電気自動車の社会等々の開口部、窓ですね、そこに適用することで、非常に大きな省エネルギー効果が生まれるということで、従来夢の材料として、期待されていますが、いまだ実用化には至っていません。京都大学の金森先生等々を中心にシリコーンベースの、エアロゲル、キセロゲルが、今、実証研究、ですねのスケールまで、進んでいます。で、私どもも、それとはまた違った性質のものができましたので、今日お話しするような話ですが、そちらを進めていきたいと思っています。じゃあこのエアロゲル、この透明断熱体、エアロゲルと呼ばれる構造体なんですが、できたならどんどん進めればいいではないかというところなんですが、実際のところはやはりプロセスのところで大きな課題に直面しています。超臨界乾燥と呼ばれる特殊な乾燥設備ですね、これを必要としています。超臨界乾燥で得られる多孔体、超臨界乾燥すればこそ空撃率が高くなり批表面積が高くなる、結果として透明でかつ超断熱の性能が出てくると。で、ただしバッチ式の特殊な耐圧加熱プロセスになるために日本国内での実用化というのは、無理であるというような調査結果が、数年前の環境省の調査事業で、出ています。で、それを機にですね、その調査事業僕自身も参加してたんですけれども、それを機にですね、超臨界ではダメだというか、あんまり夢ばっかり語ってられないなということで、ちゃんとオーブン乾燥で同等のものを作らなければいけないと思って、5年ぐらい前からですね、今日ちょっと富士にいますけど、今日本製紙さんにいる、山崎君っていう入社3、4年目ぐらいの子ですかね、 CNF の研究所にいますが、山崎君とまずはしこしこと小さなところから始めた研究成果になります。キセロゲル、オーブン乾燥でできると。で、ただオーブン乾燥でふっくらとセルロースナノファイバーを多孔質化できるかっていうと非常に難しいです。例えば今日この後お話が出てくる透明な紙、その他連続シートですかというあれ要は蒸発乾燥で、セルロースナノファイバーから水を取り抜いていくときにセルロースナノファイバー同士はものすごく固着します。はっきり言えば店舗酸化ナノファイバーだったら蒸発乾燥したらガスバリア膜が出ます。酸素ガスすらも通らないような緻密な膜を形成してしまう。そのようなセルロースナノファイバーと水との関係においてそれを多孔質化するというのは、極めて難しい。要はふっくら炊いたお米、その辺に自然乾燥してたらカピカピになります。それと全く一緒で、乾燥収縮というものがセルロースナノファイバーには必ずいつもつきまとうと。で、そこで、その山崎君とですね、そのテーマを立ち上げるときに、じゃあ乾燥収縮はなぜ起こるのだということを、まずしっかり改めて考えてですね、毛管力、水が飛ぶ時の毛管力、そしてゲル自体の骨格の性質、この2つであると。これもちょっと考えれば分かることなんですけど、この2つに要因を絞ってですね、まずは、この毛管力の式に従ってその飛び散る溶媒を水じゃなくてちょっと溶媒を変えてあげて、溶媒置換というプロセス入ってしまうんですが、溶媒を変えてやって毛管力を落としてやる。で、あともう一つがナノファイバーのゲル分散体のところから一回ゲル化します。分散液にちょっと酸とかアルミを入れて加強してあげてゲルにするんですけど、その時のナノファイバー同士の相互作用を強くしてやって毛管力に耐えうるようなネットワークを作ってやることが必要だということで、まずこの2つについて検討いたしました。そうするとエアロゲル、セルロースナノファイバー水分散液をですね超臨界乾燥するところから普通にオーブン乾燥したら批表面積ですね、1グラムあたりの内部表面積というのは、窒素吸着法で測ると検出限界以下になります。要は透明な紙と同じで
ガスバリア性を発現するぐらいナノファイバー同士が固着します。そこでそれをまず表面張力の低減ということでヘキサンに置換すると。すると一気に非表面積が激増します。でそこからさらにナノファイバー同士の相互作用を水素結合からイオン結合に変えてあげると。これは結合弾性率でいくと10倍20倍10倍から5からそうですね1桁以上上の硬い、相互作用力に変えてやるとまたちょっと上ると。でさらにゲルの濃度って濃度に対して指数関数的に硬さが上がっていきます。なので溶媒過強点の強さ、そして網目の緻密性、要は単位体積あたりの過強度を高めてってやるとするとまた上がると。これ全部の要素を組み合わせるとエアロゲルを上回るほど内部表面積が高まるということが分かりました。であともう一つ、空撃率です。非表面積というのは1グラムあたりの内部の表面積です。空撃率というのは単位体積あたりの空撃の量で、これ実は同じだと誤解されがちなんですけど、例えばバッテンを考えたときに四角を考えてバッテン、これ空撃率が今ここの4つの三角あったとして、これがこうなったときに非表面積は変わりません。ただ空撃率は落ちてます。わかりますでしょうか。単位面積があってこれがこうなることで空撃の割合は減ります。ただ手のくっついてるのはここだけで非表面積が変わってない状態になります。でそこにおいて空撃率を見ると、今同じような作業ですね。ヘキサンに置換イオン結合の導入、過強点密度の増加ですね。で全ての要素を統一、もともとの透明な紙に比べたら劇的には上がるんですが、どうしても現状 70%、80% が限界な部分があります。ここはまだ現状ですね。これをもう 10% 上げられたらオーブン乾燥でも透明断熱材を作れるのではないかということで、博士課程の佐久間君という学生さんと今一緒にまだ鋭意頑張ってます。ただここまでの段階でセルロースナノファイバーのオーブン乾燥体でここまでのものを作る、これぐらいのものはできるようになりました。だいたい6ミリ圧の板で空撃率 80%、非表面積500のメソ鋼体です。で6ミリでも光をしっかり通すような再光性が出てくると。で断熱性はすごい高性能ではないですが、一応断熱材と呼ぶことができるだけの性能を発現しました。要は光は通す普通の断熱材くらいですかねのところまでは来ることができました。ただ一つの特徴がものすごく強い、これは要はセルロースナノファイバーの一つの強みにもなりますが、このようにして形成されたメソ鋼体というのは例えば1センチ幅2ミリ圧で10キロのバーベルを安定的に支えることができると。で他のプラスチックの、要はマクロポーラスの発泡体系ですね、これメソ鋼体で内部表面積はもう100倍ぐらい高いんですけど、発泡体のものと比べると一番硬質の一番硬い硬質ウレタンフォームの、力学強度と近いぐらいですね。ただあちらは発泡体で非表面積というのは10以下、こちらはメソ鋼体でものすごく内部表面積を維持した状態、要は構造がナノスケールなのかマクロスケールなのかで違うでありながら、要は表面積っていうのは先ほども申しましたが、内部表面積が高いということは吸着剤分離剤触媒単体、この性能を維持しているということです。これは発泡体だとそれはできません。申し上げた通りのその他の多鋼体としてのナノファイバーの独自性というのを維持したまま強度としては、一番高いぐらいの硬質ウレタンフォームの性能を出せるようになりました。でそしてこれがかなり独自性なんですが、自己消化性を発現しました。セルロースナノファイバーの課題2つ挙げられます。今申し上げた通り水ですね、水の抜き方、水との相互作用で、もう一つが熱であると言われています。で今からちょっと動画流します。向かって左手のものが今回のキセロゲルオーブン乾燥体、右手のものが木材です。キセロゲルはわずか 0.1 秒以内に消化します。一方で同等の密度かそれ以上の木材は燃え続けて、いわば炭になってしまうと。でここは
なぜかというと、この下に書いてある通り、このアルミで華強点を補強しています。もともとは水素結合製でネットワークを組んでいたんですが、華強点に水酸化アルミニウムの構造を導入してやっています。そうすると水酸化アルミというのはこの非エンタルピーというんですか、まず水酸化アルミ構造から脱水が起きます。水の生成熱、そして生成した水が蒸発する蒸発熱、この2つが要は吸熱反応で火を消化するという自己消化性を発現するということが分かりました。これちょっと本当にびっくりするぐらい早く消化するので、ちょっともう一度流しますが、シュッと消すことができます。実はこれフィルムにも使えて、透明な紙とかこの水酸化アルミの構造、紙パルプ業界でよく使われている添加剤なんですけど、アルミを入れると店舗酸化とか、このイオン、化学排出型のものであれば火つけた瞬間に止まりますね。これ一つ今後金属イオンを導入していったときに水酸化物構造を導入するっていうことが火に対する耐火性っていうものの一つの戦略になるのではないかなというふうに期待をしています。で、とりあえず失礼いたしました。オーブン乾燥についてはここまでなんですが、もう一つどうしてもプロセスとしてはコストは上がってしまうんですけれども、凍結乾燥にもまだ目があるなということで、2年ぐらい前から凍結乾燥による透明断熱体の形成にも着手しております。汎用性、やはり食品業界を中心にですね、一応産業利用されております。一応ヒアリング調査だと1メートル級の幅であればバッチプロセス、一応流れ作業で、1回止まることは止まるらしいんですけど、ラインに乗せて1メートル級の凍結乾燥体は作る設備があると聞いております。ただしセルロースナノファイバーを一般に凍結乾燥すると空撃率は 90% 以上非常に高まりますが、非表面積が落ちてしまうということが分かっていました。透明断熱性を発現する構造要件、この両者ともに高くなければ透明かつ断熱性にはなりません。でなぜか、水分散液をですねそのまま凍結すると水が氷晶を形成します。氷の氷晶を形成するとその氷晶の流塊の部分にナノファイバーが極材化して、いわば発泡体状のマクロポーラスな構造体を形成します。ですので穴は大きい、だから空撃率は高いんですが、ナノファイバーが極材して凝集してしまっているので非表面積は低くなってしまいます。でこれの対策としてここでもやはりちょっと溶媒置換が挟んでくるんですけれども、ターシャリーブチルアルコールですね。ターシャリーブチルアルコールですね。我々の業界で非常に有名な溶媒で、表彰非常にがちっちゃい溶媒です。でこれを使うと、空撃率と非表面積ともに非常に大きくすることができるということが分かっていました。ただし不透明でした。でそれで2年前にですね、これ小塚君という学生とですね、これ透明になるはずの構造要件、透明になるはずの構造を持ってるのに、じゃあなんで透明にならないんだって言って考えて、実際小塚君が勝手にやってくれたことなんですが、ですね、やはりここにゲル化をきちんと入れるということ、ナノファイバー同士の華強点を強めるということと、あと急速凍結ですね。この凍結する時の速度をいかに速めるかってことによって透明、これ左にある通り、結果論から言うと透明なものができました。でここにある通り、いわば超臨界ではなく凍結乾燥によっても透明断熱性のナノファイバーの多項体を作ることができました。これもう本当出来たてほやほやの最新のデータで、ちょっとあんまこれ以上の物性が揃ってないんですけど、今その小塚君の修論を今プッシュしながら早くデータまとめろよっていうふうに頑張ってる最中ですね。でこのゲル化自体は非常にたやすくてですね、これぐらいの大きさのものだったらラボで簡単にできます。ナノファイバーのゲル化本当に30分1時間ぐらいあればこれぐらいのものがパッとできるので、凍結乾燥ですねのコスト吸収力と、その最後の透明断熱材のコスト吸収力と、このプロセスがどれぐらいのコスト高になるのかちょっと全く僕は分からないんですが、一応この大型化も産学連携、これは北越紀州製紙の根本さん等がやってくれたんですけれども、大きなものも作れるようになってきたと。でこれをどうにか実用的なプロセスで、透明断熱体を作れるように今、鋭意産学連携して頑張っています。
でなお透明断熱材なんですが、超臨界乾燥で作るものでやはり非常に高くなってしまうと。でしかも大きなものができない。そもそも超臨界乾燥でちっちゃいものしかできなくて、今までの最高に大きいので26センチ角だって言われてます。報告されている世界最大の大きさが、もうそもそもスケーラビリティがないので実用化できないって言われてるんですけど、でそれで今先ほどからちょっと溶媒置換ってキーワードが何回か出てきて、実は溶媒置換やっぱりプロセスコストが乗っかってきちゃうって言われてるんですが、それでも、とある会社が試算したところによると、ニュースか、アメリカ科学会のニュースで超臨界乾燥に比べて、例えば溶媒置換2回ぐらい含んだとしても、透明断熱材のコストっていうのは10分の1以下になると言われていると。でどうにかその辺のところで高いナノファイバーのコストをどうにか吸収できるようなことがあればいいなと思っております。でこれちょっとスピンアウト規格なんですが、このようにして形成された、ナノファイバーの、網目構造体ですね。もちろん防音材、吸着材、分離材、触媒単体等々の応用も、可能だとは思うんですけれども、ちょっと一回単化してみようかなと。ナノファイバーがギュッと集まってしまっていると、ただの炭というかまとまった炭になってしまうんですが、ナノファイバー自身が空間に孤立していることで、ナノカーボン状の構造体ができるのではないかと。ということで、このエアロゲルをですね、蒸し焼きにしたところ、いわばカーボンナノファイバーのエアロゲルというか、網目構造体を形成することができるようになりました。でかつその炭素の骨格、炭素繊維、カーボンナノファイバー自身は中空状で多層カーボンナノチューブ状の構造をしていたと。いわば多層カーボンナノチューブが連結したジャングルジムのような構造体ができるということが分かりました。で空撃率90、批評面積はこれぐらいです。これは、我々の大学の斉藤幸恵先生、炭化をずっと研究されている先生と、その炭素材料のエネルギーデバイス展開やられている、乃木先生のところの准教授の古賀さん等々の共同研究の成果です。でもともとセルロースナノファイバー、セルロースを炭化するとすぐアモルファスカーボンになるっていうのは知られていたんですけれども、それは低温の話で900度ぐらいまではアモルファスカーボンなんですが、2500度ぐらいまでいくとこのような多層カーボンナノチューブ状の構造体になると。でこの構造変化、アモルファスカーボンから多層カーボンナノチューブに至る変化によって電気伝導率、熱伝導率が激変するということが、これ予想通りといえば予想通りなんですが、起きます。500度で炭化したものから900度になると一気に電気伝導率としては今のところ気泡の最大値であるグラフェンエアロゲルの電気伝導率に至ると。で世界最高値ではないですけれども、静電容量も100ファラットぐらいに至るということも分かっております。で電気は低温で炭化すると絶縁性、高温で炭化すると導電性で、熱も非常に面白くて、今度は低温で炭化すると同じく超断熱領域の性能を示すということが分かりました。これ25ミリワットと、空気の熱伝導率が26ですので、それもちょっと下回るような、断熱性を示す。すなわちこれすでに炭化されてますので、高温で機能する、断熱性能が出るということが分かりました。でさらにこの炭化温度を上げて結晶化していく、カーボンナノチューブ状の構造体にしていくと、今度は1桁以上、1桁半か、2桁近く熱伝導率が上がって、ガラスと同じ熱伝導率を示すと。空撃率 90%、批評面積200から500にもかかわらず、板のガラスと同じ熱の伝導性を示すということが分かりました。なのでこれかなり夢物語になるんですが、セルロースナノファイバー自身が多孔質化できるような技術開拓がされて、できればオーブン乾燥でガーッと網目を作って、それを炭化することでカーボンナノチューブを例えばこれ上回るような電気的性能、そして超断熱領域からガラスまで広く熱マネジメントをできる構造体ができると、かなり先の話にはなりますけれども、こういう性能があるということで、何か技術開拓できればなと思っております。で今の話、今の横軸熱
電気抵抗率ですね、電気的な抵抗率横軸、縦軸に熱伝導率を取ると、こういうふうに今まで既存の材料として占めなかった、新領域にいると。例えばここだったら、なんだこれは、天然材料、プラスチック、金属材料、ガラスですね。そうすると今回の、セルロースナノファイバーから作ったナノカーボン構造体というのはこの辺の領域を占めるということが分かりました。というふうに、基礎研究、ちょっと雑白な話で、だったんですけれども、ナノファイバーの基礎的な構造制御によって開ける機能開拓もあるということで、今後も産学連携を進めて少しでも実用化に貢献できて、していけたらいいなと思っております。以上です。ありがとうございました。